皆さんこんにちは、ひかりです。今日はですね、意外と皆さんが知らないかもしれないフィンランドのことについて紹介しようと思います。数日前にインスタグラムのストーリーで日本人から見て思うフィンランドのびっくりすることだったり便利だなと思うものを募ったんですけど、意外と私も確かにそういえばっていうことがたくさんあったので10個リストにしたので紹介していこうと思います。日本人としてやっぱり日本とフィンランドを比べて比較して話すことが多いと思うんですけど、このビデオではどちらが優れているとかどちらが劣っているっていう視点ではなくて、フィンランドにはこういうものがあるんだっていう感じで見ていただけたら嬉しいです。10個の項目があるんですが、10の項目の最後の方になればなるほどきっと知らないであろう度が増していくので、最後まで見ていただけたらなと思います。早速フィンランドでは玄関で靴は脱ぎます。フィンランドに留学していた方から最初びっくりしたっていう声を聞いて、意外と確かに外国はみんな靴を脱ぐものだと思っている方もいるのかなと思って、冬は雪がすごい降るのでこんな風に床が濡れてしまうので玄関で靴は脱いでいることがほとんどですね。アメリカは結構靴を家の中で履く文化だと思うんですけど、フィンランドみたいに雪が降るアメリカの地域では靴は玄関で脱いでましたね。続いてはですね、キッチンの方に行くんですけど、フィンランドのキッチンには絶対あると言っていいほどのものなんですが、アスティアン・クイバオスカーピっていう棚がありまして、2つ目のフィンランドびっくりポイントはこちらになります。調べたところ1940年代ぐらいから出てきたらしくて、日本にもこんな棚があったら嬉しいなって思うんですけど、日本でやるとこの後ろの壁とかがカビちゃうんですかね。これのすごいいいところって、日本だとこの洗う場所の横とかに食器を乾かす棚を置くと思うんですけど、そうするとやっぱり見た目的にもごちゃごちゃしちゃったり、狭いキッチンだと場所も少なくなってしまうので、こういう上の隠れた棚にあるとすごい見た目もすっきりしてスペースも確保できていいですよね。そしてキッチンからもう一つ、3つ目ですかね、フィンランドのめっちゃメイクセンスな商品、ででんティスキハルヤっていうんですけど、ちょっと昨日のトマトソースがついて赤くて汚いんですけどごめんなさい。これは食器を洗うブラシですね。こんな感じで普通に洗剤をブラシにつけて洗うんですけど、右手が汚れなくていいなっていうのと、このブラシごと食洗機に入れて洗うことができるので、週に1回とか食洗機をかけるタイミングで高温で洗えるので清潔に保てていいなと思います。あるフィンランド人が言ってたのは、普通に日本で使っているようなスポンジだとコップとかお皿の表面に目に見えない細かい傷がついちゃうらしいんですけど、このティスキハルヤだとそういう細かい傷がつかないから、これを使うのをおすすめするよって言っているフィンランド人もいました。4つ目は、フィンランドではいろんな申請関係がオンラインでペーパーレスで進んでいくということです。例えばなんですけど、大学のアプリケーション、大学に入学する時の申請なんですが、私の記憶では日本の大学に入学申請する時はすごいいろんな書類があって、それを全部記入して郵送したと思うんですけど、フィンランドではパソコンで申請することができます。あとは私が今回申請した在留許可は珍しいタイプだったので、書類に記入して移民局に出向いていったんですが、その他の、在留許可のタイプ、例えば結婚していくとか仕事の理由で行くとか、あとは、フィンランドで勉強するために滞在する人の場合はオンラインで申請することができます。
実際の在留許可のオンライン書類申請のページはこういう感じなんですけど、このページで自分のアカウントを作って個人情報を埋めていって、埋め終わったら身元確認のために大使館ないしは移民局に出向いていくってことになるんですけど、その書類を作る段階でオンライン上でやることのメリットとしては、その書類の中にちょっと間違いがあったりとか、もうちょっとこういう情報欲しいですっていう風に移民局から言われた際に、オンライン上でやり取りできるので、紙でやるってなると、もうちょっとこういう紙が必要なんだよねって言われたら、そういう紙を取りに行って、またもう一回出向いてその紙を提示してっていうことになると思うんですけど、オンライン上だとこのページ上でやり取りができるので、すごく簡潔でシンプルだなと思います。書類が少なくなることによって環境にいいことはもちろんなんですけど、感覚としてすごく自分の手持ちの書類だらけにならないというか、机の引き出しの中がすごい書類だらけにならなくて、留学してた時も今現在もそうなんですが、やっぱりその外国人としてここに住むにあたっていろんな申請をしなきゃいけなかったりするんですが、でもその割にすごく書類が確かに少ないなっていう感じはします。5つ目いきます。北海道出身の私としては何とも思わなかったんですけど、インスタグラムのフォロワーさんから教えていただいたのは、フィンランドにはセントラルヒーティングのシステムがありまして、この今見えているパッテリって言われるんですが、フィンランド語ではこの表面が暖かくなるタイプのヒーティングシステムで、私の北海道の実家にも同じようなものがあるんですけど、こんな風に温度も自分で調節できるものですね。だいたい1部屋に1つついているっていうイメージで、賃貸のアパートの場合は部屋を温めるために使う電力は家賃に含まれていることがほとんどです。外は雪が降っていてすごく寒いんですが、家の中に入るともう本当にあったかくて、冬でも半袖で過ごせたり、冬でもアイスを食べられるような気温です。完全に余談になっちゃうんですけど、セントラルヒーティングに加えてバスルームの床を温める床暖みたいのが今回のアパートにはついていました。フィンランドで今まで2回別のお家に住んだことがあるんですけど、今回初めてこれを見ましたね。本題に戻りまして、6つ目なんですが、6つ目はトイレとお風呂と洗濯機が結構一緒のお部屋に入っているっていうことですね。全てのお家がそうかと言われるとそうではないんですけど、正直割と今まで住んできた家はトイレと洗濯機とシャワーが一緒になっていることが多かったです。小スペースというかで、いいかなと思います。このシャワーを仕切るものっていうんですかねがカーテン状になっている場所も結構多いんですけど、結構このガラスタイプっていうのはスタイリッシュで場所の閉鎖感が少なくなるので、私はすごい好きですね、このタイプ。住んでいるアパートのタイプだったりお家のタイプによって違うと思うんですけど、サウナがお家についているタイプのアパートだと、このシャワールームにサウナも入りますね。だいたいシャワーの奥とかに来ます。でも私たちのお家の場合は共有スペースのサウナになるので、週に1回決まった時間に1時間サウナに入ることができます。7つ目もバスルームからなんですが、もうすでに映っているあれです。ビレソイフコだったと思うんですけど、名前は要はウォシュレットですね。フィンランドのトイレにはどこにも大体あると思うんですけど、逆に日本で見るような全自動式のウォシュレットみたいのがフィンランドで見たことがなくて、かなり原始的な、なんと言いますか、原始的でシンプルなデザインとなっておりまして、どう使うかっていうことはご想像にお任せするんですが、どういう風に使うかっていうデモンストレーションだけ蛇口のお水を出して、でこのボタンをピュッて押すだけなんですけど、使い方は至って簡単そうに見えるんですけど、なんというかちょっと怖くて怖いですよね。水浸しになりそうでという感じで、
6つ目なんですが、6つ目はラシテッド・パルベケって言って、バルコニーになんか見えますかね、外側になんかこういうガラスの壁がついていて、全てのアパートについているわけではないんですけど、ちょっとまだ春の寒い時期でもバルコニーで時間を過ごすのを楽しみたい人は、こういうガラス張りのラシテッド・パルベケっていうのを選びますね。ガラス張りにいくらなっていたとしても、冬はちょっとバルコニーで時間を過ごすのは寒すぎますね。ちょっともう閉めます9つ目はですね、プルロンパラウトスって言ってペットボトルのリサイクルになるんですが、瓶とか缶とかペットボトルに入っている飲み物を買った際に、飲み物のパッケージ一つ一つにこんな風に 0.1 ユーロとかって言って値段が書いてあって、これはボトルのデポジット料金の意味で、飲み物を買う時の料金に含まれているんですが、飲み物を飲み終わったらこういう適当なカバンに入れて、スーパーの横の一角とかにあるプンロンパラウトスの場所に行って空き缶をこんな風に1個ずつ入れていくと、ボトル分のデポジットで払っていたお金が返ってきます。ボトルの種類とか内容量の大きさによって値段は変わってくるんですけど、全部入れ終わってこのレシートボタンを押すとレシートが出てくるので、このレシートをレジに持っていくと、その時購入した分の料金から差し引きしてくれるか現金で返してくれます。10個目、最後の項目になるんですが、最後は車の保険に関してです。最近私たちもやっと車を購入したんですが、びっくりしたのが2つありまして、車の保険の項目に一つはラシバクウトスっていう項目と、もう一つはヒルビバヒンコバクウトスっていう保険の項目があることです。まず一つ目のラシバクウトスは直訳するとガラス保険という意味なんですが、なぜラシバクウトスが存在するかっていうと、冬になるとこういう風に道が凍るので、砂利が歩道にも道路にも敷かれるんですが、その上を車で走るとタイヤの溝にその砂利が挟まって、で高速でこのタイヤが回転すると、挟まった小石が後ろの方にビュンって飛んでいくんですね。つまりその前方を走っている車からその小石がすごい勢いで飛んでくるっていうことなんですよ。なのでその車のフロントガラスにこんな傷がついちゃいましたと見えるかわかんないんですけど、これは多分まだいい方でひびがいっちゃっている車とかがあるんですが、それは飛び石が原因で、そのためにラシバクウトスがあるっていうわけですね。2つ目はヒルビバヒンコバクウトスっていうヘラジカっていうすっごい大きい鹿が衝突してくることがあるんですね。フィンランドで運転していると、特にそのエテラカルヤラっていう私たちが住んでいる東のフィンランドではそのヘラジカが結構出るらしくて、道からもうピュッと出てくるのでブレーキを踏んでも間に合わないみたいな、YouTube でも結構その事故動画が載っているので、概要欄にリンクを貼っておいたので、それを見ていただけたらどんなに怖い事故かっていうのがわかると思います。はい、こんな感じで今日は皆さんが知らないであろうフィンランドのことについて10個挙げてみましたが、まだまだ私が気づいていないことであったり知らないことってたくさんあると思うんですね。なのでもしこの動画を見ている方でこんなことも実はフィンランドのでありますよとか、日本にはないけどすごくこういうことが便利ですよっていうものがあったら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。今日の動画も楽しんでいただけたらいいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。もう一回。